中立国が生み出した究極の兵器 MVFX-08 エクリプスガンダム。 MVFX-08 エクリプスは漫画機動戦士ガンダムシードエクリプスの主人公機です。本作は2021年に機動戦士ガンダムシードシリーズの放送20周年を記念したガンダムシードプロジェクトユナイテッドと呼ばれる企画の一つであり、ガンダムシードの最終決戦であるヤキンドゥエ戦役の後を舞台として物語が繰り広げられています。エクリプスは隠密型の特殊なモビルスーツとしてオーブ連合首長国が開発した機体で、国内のオーブ国籍者並びにその資産を保護するという名目で活動していたオーブ外務省外郭団体国際協力機構管轄組織国際災害救助隊、通称オーダーが運用し、彼らの任務の中核として歴史の裏で活躍しています。1号機と2号機が登場しており、1号機には辰巳ホーリ、2号機はケン・ノーランド・ッセが登場して戦いを繰り広げています。今回はそんなエクリプスガンダムについて解説させていただきます。機動戦士ガンダムシードの世界では、一般的な人間たるナチュラルと遺伝子操作された者たちであるコーディネーターとの確執が広がる中、コズミックイラ70年2月14日にコーディネーターたちが住むプラントのコロニーユニウス7が地球軍の核ミサイル攻撃によって壊滅させられるという通称血のバレンタイン事件が起きました。こうして地球連合とザフトの戦火が広がっていく中で、ザフト側はオペレーションウロボロスを発動し、核分裂を抑止するニュートロンジャマーを地球に埋め込んだため、地球では核の使用が抑止されることになりました。この影響から地球上では核兵器が使用できなくなるだけではなく、深刻なエネルギー問題も起きてしまいました。こうして始まったナチュラル陣営たる地球連合軍とコーディネーター陣営たるザフト軍の戦いですが、最終的には戦争終盤でザフトのラウル・クルーゼがニュートロンジャマーを無効化し、再び核を使用できるようにするニュートロンジャマーキャンセラーの情報を地球連合側にリークしたので、両陣営ともに核兵器を使用できるようになりました。その結果、戦いは泥沼と化していき、地球連合側のムルターズラエルやザフト側のパトリック・ザラという両陣営の実質的な指導者は死亡。両陣営疲弊した中で戦争は終結しました。こうしてコズミックイラ71年9月、第2次ヤキンドゥエ攻防戦と呼ばれる最終決戦をもってガンダムシードの物語が終わりを告げた後、翌年のコズミックイラ72年3月、地球連合とザフトの間でユニウス条約と呼ばれる停戦条約が締結されました。これはミラージュコロイドや核の搭載禁止、そしてモビルスーツの保有数の制限などを含む軍縮条約となります。このような時代背景の中、オーブ連合首長国は中立国という立場を貫くため、誰の敵にもならない代わりに誰の味方も得られないという危険を解消するべく、あらゆる手段を講じていました。中でも軍事面に関しては、オーブは島国ということもあって、特に敵陣営が本土を攻撃してくる前に迎撃を行うことが可能な航空戦力増強を図っていました。そのためシードデスティニーに登場する可変型モビルスーツ村雨にその思想が見て取れます。しかしオーブにはもう一つ、コズミックイラ60年代の頃からそもそも侵略してきた敵を迎撃をするのではなく、敵国が攻撃姿勢を整えた段階で攻撃を開始するという思想がありました。そこで超高速、高高度、超長距離からの敵基地攻撃が可能な戦略爆撃機の開発が計画されていました。これは長らく仮想戦略研究にとどまっていましたが、コズミックイラ71年、アズラエル率いる地球連合軍の侵攻で実質的に連合の占領下に置かれてしまったオーブは、連合軍の迫害により建国以来最大の屈辱を受けることになりました。そのためユニウス条約締結後、連合から主権を取り戻したオーブがこのような悲劇を二度と繰り返させないようにするべく、エクリプスの本格的な研究開発を開始します。エクリプスはこのような背景のもと、本来の戦略爆撃機というコンセプトにオーブに身を寄せたキラヤマトのフリーダムを解析したことで完成した機体となります。オーブの基本理念は中立主義、そして侵略行為の否定と紛争の不介入なので、先手を打って攻撃を行うというエクリプスの運用方針はオーブ理念に相反しています。そのためエクリプスの存在が明らかになれば、オーブの基本理念が揺らぎかねないことから最高機密の一つとされており、さらにエクリプスの存在が明らかになれば、オーブの象徴である太陽が陰ることになぞらえて、表沙汰になれば
オーブを闇に落とすものというニュアンスを込めて、機体名には日食や月食などを意味するエクリプスという名が付けられました。また、エクリプスを運用する組織オーダーは、建前上は国際救助隊とされていますが、実際はオーブを脅かしかねない紛争の火種を事前に摘み取り、何も起きなかったことにするための組織となっています。そんなエクリプスには1号機と2号機の2機が存在します。戦略爆撃機というコンセプトから、もともとは戦闘機として開発されていましたが、フリーダムを解析したことにより、構造の複雑化によるモビルスーツ形態の脆弱性という、従来の可変モビルスーツが抱える慢性的な問題を解消することに成功したため、モビルアーマー形態での超音速、高高度、長距離飛行も実現しつつ、モビルスーツ形態でも高い剛性を誇る機体として完成しました。作中では、エクリプスを見て、可変型モビルスーツがゆえに脆弱な機体と考えたバレンティーナ・ビノンが、ザクオーリアでタックルを仕掛けますが、びくともしない様子が描かれています。また、本機は、フェイスシフト装甲を搭載しているため、実弾兵器をほぼ無力化することが可能です。他にも隠密性を高めるべく、機体がほぼ視認できなくなるミラージュコロイド機能を搭載しているため、高いステルス機能を持ち、モビルアーマー形態の高速移動と組み合わせると、母艦や拠点から遠く離れた敵の勢力圏の奥深くに単独で潜り込むことが可能で、モビルスーツ形態では短期で敵軍を翻弄することもできます。ただし、このような特殊な機体であることから、OS は専用のものを搭載し、作中ではとてつもなく癖の強い機体とされていて、加えてパイロットの身体的負担を考慮していないため、本機のパイロットには頑健な身体と高い操縦技術の2つが要求されます。武装としては、まず両機ともに 72.4 式ビームライフル陣雷を持ちます。腰部左右に1丁ずつ装備されているこの武装はモビルアーマー形態でも使用可能で、安定翼としても機能します。陣雷のグリップ部分が分離することで72式ビームサーベルとしても使用可能です。次に、両暗部には PS02 ビームシールドが搭載されています。シード界のビームシールドといえば、機動戦士ガンダムシードデスティニーの舞台であるコズミックイラ73年に入ってから主に登場した兵装ですが、外伝作品機動戦士ガンダムシードアストレイでは、コズミックイラ71年に登場するハイペリオンがアルミューレルミエールと呼ばれる高波防御シールドを使用していて、ここからシード界のビームシールド開発が進んでいます。そのためか、エクリプスのビームシールドは発展途上のものとなっているようです。なお、本機のものは防御のみならず、アームソードとして攻撃に使用することも可能です。エクリプスは、モビルアーマー形態での飛行性能を追求した結果、デッドウェイトを避けるため、これらの武装しか持ち合わせていませんが、背部にストライカーパック用コネクターを採用して、様々な作戦に対応できるようになっています。専用ストライカーパックとしては、まずマニューバストライカーが存在します。これは、機体と同時開発されたもので、4機のブースターユニットを持ち、単体で戦闘機形態として運用することも可能とされています。また、機種に装着可能なオプション武装も存在します。合体してマニューバーエクリプスになることで、機動性が飛躍的に向上し、アクロバティックな起動を行うことが可能となります。ブースターユニット先端にはビームキャノンが搭載されており、敵機の方向を問わず攻撃することが可能です。作中では、フリーダムから作られた機体だけあって、マルチロックオンからのフルバーストをする様子が見られます。また、マニューバーストライカーは、パイロットの搭乗有無にかかわらず、単独でも飛行が可能です。作中では、オーダー責任者の宮城音京がこれに登場していました。ちなみに、正式採用された場合、風神の名が与えられる予定なので、別名、風神ストライカーとも呼べます。次に、雷神ストライカーです。ガンダムシード、モビルスーツバリエーションでは、ストライクのバッテリーパックの強化や遊軍機へのパワー供給、そして超長距離狙撃を目的として開発されたライトニングストライカーが存在します。雷神ストライカーは、これをベースにオーブが開発したストライカーパックとなります。そのため、大容量バッテリーと、2門の 71XX 式局射型ビーム砲を持ちます。このビーム砲はミラージュコロイド制御能力が組み込まれているため、ビームを曲げることも可能とされています。合体して頭部ヘッドギアを装着した際には、雷神ストライカー両翼のコンポジットポッドと組み合わせてセンサー系を強化することも可能なほか、オーバードライブと呼ばれる機能で、ブースターを全開にして、
瞬間的に推力を高めることも可能です。作中では、辰巳が狩るエクリプス1号機が、謎の組織アンティファクティスの指揮官ジョエル・ジャンメール二郎が狩るエール・カラミティに苦戦する中、ケンがライジンストライカーを装備したスカイグラスパーで援護に駆けつけ、バッテリーを回復して攻撃する様子が描かれています。このような強襲能力を持つエクリプスですが、両機には決定的な違いがあります。それが動力源。1号機はバッテリー駆動、2号機はニュートロンジャマーキャンセラーを搭載した核エンジン駆動となっています。もともとエクリプスの戦略爆撃機というコンセプトの中には核攻撃も視野に入れられていました。そんな中、エクリプスの性能を核エンジンで無限に使用した場合、ミラージコロイドのステルスを用いて超高速で強襲し、さらにニュートロンジャマーキャンセラーによって核攻撃を行うという恐ろしいことが可能になります。そのためか、政治的理由から2号機の運用は中止され、OS すらインストールされず、1号機の予備パーツとして保管されていました。なお、2号機の頭部センサーは、イージスに搭載されていた多目的センサーユニットの改良版が採用されており、高い索敵能力を持ちますが、これは2号機が爆撃機としての機能が求められていたためともされています。また、2号機は闇夜に姿を消して近づき、爆撃で全てを破壊するというコンセプトから夜間迷彩を兼ねて黒のカラーリングにされました。作中では当初エクリプスのパイロット候補としてコーディネーターのケンが選出されていましたが、偶然エクリプスの適合試験シミュレーターを使用したナチュラルの辰巳が適合率 98% という最高記録を叩き出したことからエクリプスのパイロットに選ばれました。こうして辰巳はオーダーの一員として指揮官である宮城音清のもとケンと共に様々な紛争に介入し、全てをなかったことにする戦いに身を投じていくことになります。そしてアンティファクティスのエールカラミティとエクリプス1号機が戦いを繰り広げる中、辰巳が苦戦するのを見かねたケンが1号機を援護することを理由に雅から専用 OS のマスタープログラムを送信させることで2号機の起動を成功させました。しかしケンは味方のはずの1号機を攻撃して無力化させ、2号機とともにオーダーを離反してアンティファクティスへと合流するのでした。エクリプス2号機には1号機にはない武装が存在します。それがジンの銃弾頭を組み込んだ R2W に実体験、専用シールド、そしてフリーダムのデータをもとに開発された核エンジン搭載機用の R2W1 ビームライフル。実体験は作中では連合軍の機体を攻撃する際に使用する姿が見られます。ミラージコロイド中に攻撃するために用意しているのかもしれません。作中では裏切った2号機の剣を止めるため、辰巳が1号機マニューバストライカー装備で戦います。その後、全てを破壊しようと目論むジョエルのブーストレイダーと交戦し、全てはなかったこととして闇に葬られました。余談ですが、オーブは表向きは中立国とされるものの、実態としては自国を守るためなら何でもやる国となっています。オーブは五大氏族と呼ばれる5つの家系が統治する国家なので、一枚岩になっておらず、剣が裏切る経緯の中には氏族の対立に関わる描写も存在するので、本作はオーブの内側について知ることもできるようになっています。そんな何でもやる国オーブにて、ガンダムシードデスティニーの時代であるコズミックイラ73年には暁が登場しましたが、シードフリーダムではメサイア攻防戦の高性能機たちがオーブで解析されていました。そのため前日譚となるシードフリーダムゼロでは最新鋭機を解析した特殊な新型機が出てきてもおかしくありません。やはりオーブは最も危険な国。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。